はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半の星の説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。いきますね。はい、エンペラーの逆、そしてカップ5の逆、吊るし人、ワンドキング、これさっきちょっとちらっと見えてましたね。そしてカップの3、ソード10逆、そしてワンドナイト。気をつけることや対策がカップの7の逆とワンドエースとオラクルはソードの5の逆です。なるほど。ちょっと星の解説しますが、3月のですね2日から火星というバイタリティとか戦っていく力とか勇気っていうエネルギーをね帯びている火星が魚座に入るということで、一般的にはエネルギーが少しね緩まるっていう感じで言われてるんですけど、乙女座さんにとっては他者との関係性において挑んでいけるみたいな、他者との関係をもう少し進めていけるみたいな、そんな勇気として使えるんじゃないかと思います。そして3月3日が月食でして、この月食っていうのは満月の強いバージョンなので、なんだか引っ張られるなみたいな、感情が揺さぶられるなみたいなこともあるかもしれません。特にこれは乙女座で起こる皆既月食なので、乙女座さんからしたらなんか自分の弱いところがなんか炙られるみたいな、そういう感じもあるかもしれませんが、これって嫌なことじゃないんです。とってもいいことなんです。普段は覆い隠してしまってたり感じないようにしてることを、宇宙が今それ感じていいんだよって、感じて手放していいんだよっていうお知らせなので、あえて見てみることによってもうそれを恐れないっていうことになるので、なんかいいね解放が起こるんじゃないかなっていうふうに思います。なので全然否定したり、自分に今起きてることを否定したり避けようとせずに受け止めてみてください。私ったらこんなに今嫌な気持ちがしてるとか、もしくはこんなになんか今浄化されているみたいなことを意識して感じてみると、とてもいい進化になりますので。そして特にですね3月の11日から逆行していた木星が順行に戻るんですね。でこれは木星というのは発展繁栄を示す何かが強調されていくっていうエネルギーなんですけど、とても今年の前半を引っ張るエネルギーだったんです。で乙女座さんにとってはやっぱり仲間とかあと新しい可能性とか新しい目標とか新しいグループとかコミュニティっていう、そういった人たちの関係性がすごく強調されているので、ちょっとそこにおいてなんか誤解が生まれてたなとか、うまくいかなかったなって感じてたことが流れ始めるっていう流れがあります。特に3月20日までっていうのはもう人間関係がめちゃくちゃいい時ですから、これまでの人との関係の中でその嫌な思いしたとか、ちょっとトラウマになっちゃったわって思うようなことがあったとしても、もうそれを経験した自分が進んでいける道っていうのがここから示されてるよっていう感じなんですね、タイミングとして。特に3月の6日の夜以降っていうのは、特に 7日から10日ぐらいっていうのは私ってこんなに受け入れられてたんだとか、自分が恐れていた、嫌われていることを恐れていたけど、こんなに他者は私のことを気にかけてくれてたんだっていうことを感じられたりとかして、ちょっとホッとするというか嬉しくなる場面もあるんじゃないかなと思いますよ。そしてカードで見た時に大丈夫です、リラックスしてくださいまずとてもなんか頑張らなくちゃみたいなエネルギーがあるような感じがします。やっぱり皇帝にキングって出てくると、お仕事ではねもちろん頑張らなくちゃいけない、ちょっと強さを見せなければならないっていう時もあるかもしれないんですけど、なんかいつの間にかすごく肩に力が入っていて、その力が夜になっても抜けないみたいな、いつもって力が入ってるみたいな感じがしているので、乙女座さんもうちょっと力抜いても全然大丈夫だよっていうメッセージを感じています。なんか失敗しないようにとか、他者に対してもそうなんですけど失礼のないようにとか、事態が悪くならないようにいつでも対策が打てるような状態に保ってるって感じがするんですけど、それはそれでね有益だったと思います、これまでは。でも
今カードが言ってるのはこの満月以降、満月が月食以降なんですけど、3月3日以降はずっと自分が力を入れてるとだんだん自分がしんどくなってしまうから、力抜いて大丈夫ですと、そして力抜いても大丈夫なようにサポーターというかね、誰かを送り込んでくれるみたいな感じがあるんですね。だから頼っていいよってことなんですね。または弱音吐いてもいいし愚痴言ってもいいよって感じだと思います。今一人で戦わなくちゃうぐらいの感じがあるんですけど、協力者が出てきますので、そうかと思ってちょっと緩めるようにしてくださいね。そして、なのでとてもなんか頑張ってきた感じがすごくします。ここからやっぱりカップの3というカードが出てるので、他者と喜びをシェアしてるっていうカードなんですね。おめでとうって言ってるとか、ありがとうって言ってるとか、一緒に祝福してるみたいなカードがあるので、やっぱ他者と関わってみてください。そこですごくホッとすると思います。そして他者のサポートを得て、なんか味方をつけてというか、じゃあ思い切って言ってみようかなとか、思い切ってやってみようかなっていうことで何かこう拍車がかかり、すごく触れるのが怖かったことを触れてみるっていうことが起こりそうです。例えば上司に言ってみようかな、件とか、今まで自分は我慢してて、我慢したら済むと思ってたけど、やっぱりこれは、言わなくちゃいけないんじゃないかな、でも言ったらもう私クビかなみたいな、そういう恐れがある中、もう思い切って言ってみるみたいな感じが出てますね。でその時のポイントなんですけども、とにかく、自分を責めないでくださいっていうメッセージがあります。これオラクルとして、どう見たってそれおかしい話なんだけど、そのことを言及してしまったら自分にその火の粉がかかってくるとか、自分になんか悪い影響が起こるから言わないでおこうみたいなとか、もうこれはなんかこうことを荒立てずに見なかったことにしようみたいな感じしそうな感じがあるんですけど、乙女座さん何も悪くないですからねみたいな感じで言われてます。これは火の粉は飛んでこないし、自分がなんかこんなこと言ったら自分の立場が悪くなるかなとか思いながら言うんじゃなくて、これはもう堂々ともうこういうもんでしょみたいなそういう感覚で言ってください。自分で自分のことを 100% 肯定して、今私は言うのは当然の権利だと思って言わせていただきますねみたいな感じで言っていくと、すごく切り抜けられるし、自分の力もちゃんとパフォーマンスが出せるよっていうふうに言われてます。なんかどっかちょっとこう引きながら誤解されないかなとか思いながらこう言うというよりは、なんかパーンともう弾けちゃってくださいって感じがします。そしてまあね、伝え方とかもあると思うんですけど、要するに自分の前提となるものがなんか不満を言われるんじゃないかとか文句言われるんじゃないかと思いながら行くよりは、当然ですよねっていう感覚で行くと傷つかないよっていうことと、もう一つは全てをなんかオセロのね駒みたいに、ここを1個白にしたら全部白になりますみたいな、そういう一問打尽的な解決策があるわけじゃないんだよっていうふうに言われてて、いろいろある中の今一番自分が気になっていることには携わりましょうっていう感じがします。だんだんあれもこうだしな、あれもこうだしなって言ってだんだん諦めのモードというよりは、いろいろ問題はあるけど、でも今私ここだけはちょっと言いたいんだよねとか、ここだけは直したいんだよねということをピロッと変えるっていう感じ、それはうまくいきますから、こんなこと言っていいかなとか思わずに言ってくださいって感じ。これは今ちょうどそういうさっき言ったね月食があるとか、特に3月の20日まではパートナーシップに関してすごく応援が来てるからこそ、怖がらなくていいんだよって、もっと自分のことを認めて自分を守るために言っていいよみたいな感じなんです。そしてその怖さを超えるんだなっていうふうに出てるので、頑張ってくださいって感じがしました。ちょっとお仕事のこと見ていますね。仕事ワールドペンタクスの2デビルということで、
仕事どうしようかなって考えてらっしゃるんでしょうか。まあもちろんこう上がったり下がったり、自分の中でももうやめようかな、いやもうちょっと頑張ろうかなみたいな、そういう気持ちにもなったり、まあいいとこもあるし、もう嫌なところもあるしということで、それがじゅんぐりじゅんぐり巡ってくるって感じがしますね。そしてなんか本当にこう大きな仕事に対しての大きな決断をするのかなって感じがします。3月3日を過ぎてから、3月の6日夜過ぎてからなので、3月7日くらいから改めて考えてみてください。そしてその頃に伝えてみてもいいかもしれません。そしたらスッと抜けるかもしれませんね。自分もモヤモヤしてた気持ちを外れて、シンプルに物事を自分の主張を言える、そして相手もシンプルに受け取ってもらえるっていう感じがして、急になんかあれ取れないって思ってたものがペロって剥がれるみたいな、そんな感じがあります。仕事においてはなんとか無理して維持していくって感じじゃないですね、これは。そしてもしですけど、お仕事探してますとか、新しい契約先探してるんですよっていう方は見つかる可能性があります。ただその前にやっぱり何か自分の中でこう外さなきゃいけない感じがあるので、その蓋をしたままどっか行くっていうよりも、怖いものを見てしまおうみたいな、そうした後にすごくいいチャンスが来るよって感じがしました。はい、ちょっとね、どうですかね。人間関係見てますね。人間関係ね、すごく強調されてるけど、怖い時ってやっぱりなんか味方がいないような感じがするじゃないですか。でも宇宙はいつでも本当に味方してくれてます。味方してくれてるからこそ今こういう感覚になったり、そこに向き合っていくのかなっていうことが表面化してるっていうことなんですね。人間関係は節制、そして、ソードの2スターということで、やっぱりねサポーター来ます分かってくれる人はいる。だから本当に自分にとっての正義だったり守っていきたいものっていうものはちゃんと守っていけるよって感じがするし、特に人間関係って言った時に、なんか身近な人というよりは遠く離れてる人だったりとか、物理的に距離があるんだけど分かってくれる、私の感覚を分かってくれるみたいな人ですね。ちゃんとつながってるよって感じがありますので、節制もね、このスターのカードも出てますので、ぜひ安心して人間関係つながっていってみてください。もちろんこの人との関係も切れちゃったらどうしようとか、誤解されたら嫌だなと思うかもしれませんが、誤解されません。それも自分の恐れです。ただ恐れがそう見せてるだけで、私はこうなんだという自分の中に芯が通っていれば、相手の人もそれに気づいていくっていう感じで捉えておいてください。はい、いかがでしょう。何か通じましたよとか、ちょっとヒントになりましたよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚3月前半のオラクルカードを引いてみますね。乙女座さん、これかな。コンシャスステップ、どうでしょうこのカード。意識的な一歩を踏み出しましょうって感じですよね。ずっと自分が望んでいたことに踏み出しましょうみたいな感じです。踏み出せると思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。